日常を味わえたというか、普段自分が住んでる世界とはまた違った世界に入り込めたのがすごい魅力かなと思っていて、登頂できた時の感覚っていうのはやっぱ自信につながるんですね。自分自身が生きてる中でできないことってないんだなって思わせてくれる自信につながっているのかなとは思います。私自身18歳の時に1型糖尿病という病気を発症しまして、その発症したタイミングも留学へ行く準備をしていた半年前に発症してしまったので、まずやっぱり治らない病気っていうのに唖然としたというか、言葉が何も出なくて、この先どうやって人生を歩んでいったらいいのかな、この先どうやって目標を持って生きていったらいいのかなっていう部分で絶望をその当初は感じましたね。病室の天井を見上げながら夜な夜な泣いていたなとは思います。はい、当初は。先生にどうしたら治りますかとか、いつ退院できますかみたいな、注射ってどのぐらい打たなきゃいけないんですかみたいのをもう頭真っ白になりながら先生に質問していた記憶がすごく鮮明にあります。やっぱり発症当初はもう右も左もわからない状態だったので、まずスマホで携帯で1型糖尿病活躍されてる人とか、1型糖尿病で芸能人とかいろいろ調べていく中で、エアロビック選手で活躍されてる方ですとか、プロ野球選手で活躍されてる方っていうのがヒットして、その時にすごく希望が見えた、希望の光が見えた。この人たちみたいに私も目標を達成することができるんだって思ってからは、割とマインドもポジティブに変わってきて、だったら留学にどうやって行けるか考えようっていう。ただその当初検索してもなかなか女性の方がヒットしなくて、でその時にこれが女性の私として発信しなければいけない使命だなっていうのはその当初感じた部分もありました。もともとやっぱり1日に数回の注射を打たなきゃいけないっていうのはかなり私の中では衝撃で、予防接種の注射とかも怖かったぐらいなので、公共の場でインスリン注射や血糖値測定をすることにちょっと恐怖感を覚えてしまったので、お手洗いで一人でちょっと人目が気にならないような場所でやったりとかっていうのはありましたね。日本にいた当初は、それこそ自分の個性を消して、1型糖尿病という個性を消して半年間生活していたので、やっぱりどこか息苦しさを感じてましたし、アメリカってやっぱりいろんな人種の方がいらっしゃったり、いろんな宗教を持ってる方とか文化とか、本当に多種多様いろんな人がいて、そんな中で生活していると隠さなくてもいいんだなっていうふうに思えたのが一つで、食堂で普通にインスリン注射を打っていたら「それ何?」みたいな。で「私タイプ1ダイアビーディーズなんだよ」って、1型糖尿病なんだよとかって言うと「それかっこいいね」みたいな「君の個性だね」みたいな風に声をかけてくれた学生さんがいて、そこからこれって私の個性なんだって、わざわざ隠さないで、なりたくてなってるわけじゃないのになんで隠さなきゃいけないんだろうって思っていたマインドから、隠さなくていいじゃんって、私のこれ個性なんだって受け止められるようになったのが、そのアメリカ留学中の大きなきっかけかなって思います。感謝ですね。もし留学に行ってなかったら今の自分は絶対ないと思うので。もともと1型糖尿病を発症してからインスリン注射の治療をしていたんですけど、アメリカの留学中にインスリンポンプを使用しているアメリカ人の学生の方がいらっしゃって、最初はこれなんだろう、そこから結構興味を持ち始めていて、インスリンポンプに変えてからインスリン治療っていうのがすごく楽になりました。やっぱ人目を気にせずインスリン治療ができるので、1型糖尿病患者の方の大半の人がやっぱりそういった公共の場でインスリン注射をすることに対する抵抗がある人がすごく多いですし、自分自身もそうだったので、友人と
対面でご飯を食べていてもこう同じリズムで食事ができたりとか、一緒にこうご飯を食べる時にまず血糖値測定をしなきゃいけないので血糖値を測ります。でその後にインスリン注射の場合はインスリン注射を打つための準備、こう注射器に針を刺してで、単位を決めて打ったりとかっていうその工程がインスリンポンプだともう本当に携帯を触るかのようにこうタッチしてインスリン投与ができるので、すごくインスリンポンプに変えてよかったなって思う点。とにかく生きてやろうって思ったんですよね、その年は。1型発症する前は毎日が楽しいで生きてたんですよね。なんかその先までを見てなかった。なんか生きてることがすごい当たり前に感じてたんですよ、1型を発症する前は。なのでどうせ明日も来るだろうと思った生活をしていたけれど、やっぱり発症してからはなんか生きるっていうことに対してなんかすごく重さを感じたというか、なんかもっと生きることにこう楽しさというか、なんかこう生きるっていうのを感じたいって思って、こうハンディキャップがあっても1型糖尿病であってもこう挑戦することができるっていうことをやっぱり証明したいというか発信したいっていうのが強くあって、今年の4月末からインスリン治療を続けながら世界8カ国を巡りながらキリマンジャロっていうアフリカ大陸最高峰の山にビッグチャレンジとして登頂したいっていうプロジェクトをこれから行います。その挑戦する一歩踏み出す勇気があればどんなことでもできるよっていうのはキリマンジャロも含めてなんか伝えられるものがあったらいいなとは思います。1型糖尿病、現在の国内患者数10万人程度。ブドウ糖をエネルギーに変えるインスリンを膵臓で十分に作り出すことができないために高血糖が続く病気です。激しい喉の渇きや体重減少など症状が突然現れ、年代問わず発症しますが、小児期に多いのも特徴の一つです。1型糖尿病は現在の医学では治すのが難しい病気です。安定した血糖を保つためにインスリン自己注射のほか、携帯型ポンプを用いてインスリンを注入するインスリンポンプ療法があります。安定した血糖を保てば健康な人と同じような生活ができます。夢や目標を実現できることを私が証明します。